のささやきの朗読や廃墟を巡るのが趣味になったのはもう10年ほど前のことだ。中でも廃校には独特の静けさがある。教室の机、黒板、下駄箱、時間が止まったままの場所を歩くと、まるで空気の中に誰かの気配が残っているようでたまらない。その日俺が向かったのは山中の旧〇〇小学校。地元でも知る人が少なく、道らしい道もない。藪をかき分け、獣道のような細い道を進むと、木々の間から突然、鉄骨の骨組みだけ残った校舎が姿を現した。窓はすべて割れ、風が通るたびにガラスの破片がかすかになる。正面玄関には錆びついたプレートで、昭和47年度卒業記念と読めた。中に入ると粉塵が舞い、足元の床板がしなる。懐中電灯の明かりが壁の絵を照らすと、子供が描いた笑顔が妙に不気味に見えた。2階へ続く階段は途中で崩れ、残っている段もひび割れていた。俺は慎重に足をかけ、一段ずつ上がっていった。その時だ。押すな。低く湿った声が真下から響いた。誰もいないはずの廃校で、耳元のような近さだった。俺は思わず懐中電灯を下に向ける。埃の中に靴跡一つない。風でも音の反響でもない。息を詰めたままもう一段上がろうとした瞬間、足元の木の板がぐしゃりと音を立てて沈んだ。俺はとっさに手すりをつかみ、なんとか体勢を保った。下を覗くと床が抜け落ちた先に真っ暗な空洞が口を開けていた。そこが見えない。その奥からさっきの声と同じ調子でかすかにもう一度押すな。と聞こえてきた。俺は息を飲み足を引いた。背筋を這い上がるような寒気とともに俺は階段を駆け下りた。翌朝になってもあの声が耳から離れなかった。何度も録音を確認したが、風の音も崩れる瞬間のノイズもあるのに、押すなだけは入っていない。現場では確かに聞こえたのに、機械はまるで最初から存在しなかったかのように無反応だった。気味が悪くて、その日は早々に帰宅した。ところが次の日の地方ニュースの速報に目が止まった。〇〇町旧小学校跡地で人骨を発見。映像には昨日の校舎が
映っていた。崩れた階段の真下にブルーシートがかけられている。キャスターの声が淡々と続く。老朽化した階段下の土砂から成人男性の骨が見つかりました。白骨化しており、死亡から数十年が経過しているとみられます。俺は血の気が引いた。あの夜、俺が足をかけた場所だ。押すな、という声がした。すぐ下。さらにニュースでは、こう続いた。現場付近では、古い懐中時計が一緒に発見されました。裏蓋には、校舎管理人、田島という刻印が。俺はその名前を覚えていた。校舎の玄関前に倒れていた金属プレート。そこにうっすらと刻まれていた名前が、まさにそれだった。何かが喉に詰まったような感覚のまま、机の上のカメラを手に取る。昨夜撮った写真を一枚ずつ確認していくと、最後の数枚に異変があった。階段を照らしていた光が誰もいないのに影を作っている。人の肩から腰のあたりの形。まるで階段の途中に立ち、こちらを見下ろしているような位置だった。手が震えた。だがそれよりもゾッとしたのは、その影の輪郭が昨日自分がいた位置とぴったりと重なっていたことだった。数日後、俺はもう一度あの学校へ向かった。あの声の正体を確かめたかったのと、どうしても自分の目で見たかったからだ。すでに警察の立ち入り禁止テープが貼られていて、報道の後に人の気配はない。山の空気はやけに静かで、虫の鳴き声すら途切れていた。崩れた階段の前まで行くと、ブルーシートが外され、土が掘り返された跡が残っていた。湿った土の匂い。そして階段の残骸の隙間に白い何かが覗いていた。光を当てると、それは細い骨のようにも手の指のようにも見えた。その瞬間、背後でコトンと何かが落ちた音がした。振り向くと、古びた懐中時計が床に転がっていた。昨日のニュースで見たものと同じ。裏に田島の刻印。拾い上げた瞬間、針が動いた。カチリと。止まっていたはずの秒針がゆっくり進み始め、耳元で規則正しい音を立てる。だがそれと同時に、真下からあの声がした。押すな。押すな。押すな。声が増えていく。男の声、女の声、子供の声、
次々と重なり、校舎全体がうめき声のように震え出した。足元の床が波打つようにたわみ、俺は本能的に階段の手すりをつかんだ。その瞬間、視界の端で何かが動いた。階段の途中、埃にまみれた影が立ち上がる。骨のように細い手が俺の掴んでいる手すりのすぐ下に伸び、指先が俺の手の甲に重なった。冷たい感触と同時に耳元で確かにこう聞こえた。次はお前が下だ。俺は我を忘れて外へ飛び出した。山道を転げるように走り、車に飛び乗った。エンジンをかけ、ハンドルを握ったその手の甲に、泥のような黒い指跡が5本、くっきりと残っていた。洗っても、こすっても、それはもう二度と消えなかった。廃墟マニアを続けていると、地図にない場所に惹かれるようになる。公式には存在しない建物や道、もう誰も知らない地形。その日も仲間と二人、山奥の旧林道を進んでいた。目当てはネットの掲示板で見かけた消えたトンネル。現地は地図アプリでも灰色のまま。航空写真には薄く道の跡が残っているが、途中でぷつりと途切れている。まるで誰かがその先を消したようだった。午後4時、車を降りて徒歩で探索を始めた。木々が生い茂り、空が見えない。足元には古いアスファルトの破片。苔に覆われたガードレールが斜めに突き刺さっている。湿った空気と遠くで鳴く鳥の声だけが耳に残る。数百メートルほど進んだ頃、急に温度が下がった。息を吸い込むと肺が冷たく痛むほどだ。そして斜面の先、木々の隙間に黒い穴が口を開けていた。トンネルだ。長年放置されたコンクリートの壁は崩れかけ、入り口にはツタが絡みついている。それでも形ははっきりと残っていて、車一台が通れるほどの幅がある。仲間の佐久間が笑いながら言った。地図にないのも当然だな。これ、完全に埋め忘れだ。懐中電灯を向けると、奥は真っ暗だった。照らしても光が吸い込まれていくようで、壁の終わりが見えない。なのに、風が一定のリズムで中から吹いてくる。まるで呼吸をしているように。俺たちは顔を見合わせた。スマホで撮影を開始し、ゆっくりと
一歩を踏み入れる。その瞬間、後ろでエンジン音が消えた。車のライトも同時に落ち、辺りが一瞬で闇に沈む。外の世界が切り離されたかのように、音が完全に消えた。時計を見た。秒針が止まっていた。俺たちは顔を見合わせ、笑うしかなかった。だが、その笑いは数秒で凍りついた。なぜなら、トンネルの奥から靴の音が二人分、確かに近づいてくる音がしたからだ。靴の音は間違いなく人のものだった。湿った路面を踏む、ぬめるような音が2歩、3歩と近づいてくる。懐中電灯を構え、奥へ光を向けた。何もない。ただ壁に照らされた光が自分たちの影を奥へ引き伸ばそうとしている。それでも音は止まらない。反響ではなかった。リズムが俺と佐久間の足音と微妙にずれている。もう一組の俺たちが並んで歩いているような不気味さだった。引き返そうかと言おうとしたとき、佐久間が後ろを振り返って固まった。出口が消えていた。振り向くと、さっきまで見えていた外の光がない。代わりに同じようなコンクリートの壁が続いている。入ってきたはずの入り口がもう一つの壁に変わっていた。俺たちは背筋が冷たくなった。携帯の電波は圏外。GPS も動かない。時計はあの時からずっと針が動いていない。それはまるで時間そのものが止まってしまったかのようだった。奥へ進むしかなかった。壁の中ほどで小さな看板が転がっていた。〇〇建設第二区域。そんな工事の記録はどの地図にも載っていなかった。古びた板を裏返すと、裏面に手書きで何かが書かれていた。出口なし。佐久間が息を飲む音が聞こえた。冗談だろうと笑おうとしたが、喉がうまく動かない。空気が重く湿り気が増している。トンネルの奥から吹く風は冷たいのに、首筋だけ汗ばんでいた。その時、突然懐中電灯がちらついた。光の明滅の合間に、一瞬だけ奥の壁に人影が映った。それはこちらと同じ格好をした二人の姿。俺と佐久間がトンネルの奥に立っていた。だがそのもう一組の俺たちは逆向きに歩いている。出口の方ではなく、
奥の暗闇のさらに奥へと消えていった。電灯の明かりが戻ると、そこにはもう誰もいなかった。静寂だけが残り、時計の針はまだ止まったままだった。どれほど歩いたかわからない。汗が冷えて体が重い。呼吸をするたびに鉄と湿気の匂いが肺にまとわりついた。懐中電灯の電池がつきかけた頃、ようやく遠くに光が見えた。やっと出口だ。佐久間が走り出した。俺も後を追う。冷たい空気が頬を打ち、外の風の匂いが鼻を抜けた。トンネルを抜けると、そこは確かに山道だった。けれど、何かがおかしい。太陽の位置が高い。入ったのは夕方のはずなのに、光は真上から降り注いでいる。時間が違う。車を止めた場所まで戻ると、車体が泥と落ち葉に埋もれていた。ワイパーの下には枯れ葉の層があり、ナンバープレートは見えないほど汚れている。助手席の窓ガラスには見覚えのない落書きがあった。あんたら、昨日も来た。佐久間が携帯を開く。画面のカレンダーを見て顔が引きつった。日付が一日進んでいる。時計もスマホも今まで止まっていたのに。帰り道、二人ともほとんど言葉を交わさなかった。山を降りる頃には空はもう暗くなりかけていた。だが村の入り口の看板を見て背筋が凍った。ようこそ〇〇町へ。そこに書かれていた町名は10年前に統合されてもう存在しないはずの名前だった。慌ててスマホの地図を開く。GPS が示す位置はどこにもない座標。真っ白な画面の中央に灰色の点だけが瞬いている。おい、これ。佐久間が息を詰まらせた。車のバックミラー越しにトンネルの入り口が映っている。そこに立っていたのは確かに俺たちだった。二人の影が同じ姿勢で同じ動きでこちらを見ている。そしてもう一人の俺がゆっくりと口を動かした。唇がはっきりと読めた。次はお前が行く番だ。心臓が跳ね、ミラーを叩き割った。その瞬間、車の時計が再び動き出した。ただし、表示された時刻は入る前の時刻だった。それ以来、あのトンネルを探しても地図上には一度も現れない。車のナビが勝手にルートを引く。目的地の欄には
こう表示されている。第2区域。俺、西条がその廃工場に通い始めたのは3年前の春だった。山のふもとにポツンと立つコンクリート造りの工場跡。古い機械が錆びたまま残り、天井は半分崩れている。廃墟マニアの間では特に有名というわけでもない。ただ妙に静かな場所だった。最初に行った日、入り口の鉄の扉には一枚の立ち入り禁止の札が貼られていた。日焼けして文字が薄く、テープの端が風にめくれている。行政のものではなく、手書きの赤い筆文字。嫌な雰囲気を感じつつも、俺は撮影目的で中に入った。工場内は広く、中央に大きな作業台が残っていた。床には油が染み込み、天井の梁からは錆びたチェーンがいくつも垂れ下がっている。風が吹くたびに金属がぶつかる鈍い音が響いた。その日は何も起きなかった。ただ帰るとき、ふと振り返ると、入り口の札が2枚になっていた。1枚は最初の色あせた札。もう1枚は新しく、まだ濡れたような赤い筆跡で書かれていた。書かれた文字は同じく立ち入り禁止。風でめくれ、裏には指の跡のような茶色い汚れがついていた。奇妙だと思いつつも、そのまま帰った。翌週、また訪れた。入り口の札は3枚になっていた。その次は4枚。行くたびに1枚ずつ増えていく。俺以外に誰かが来ているのかもしれない。でも足跡は俺のものしかなかった。湿った土の上には自分の靴の跡が一列に残っていて、他に新しい痕跡はない。5度目に訪れた夜、懐中電灯の光で入り口を照らすと、札は10枚近く貼られていた。すべて同じ筆跡。けれど、一番新しい1枚だけ文字が違っていた。赤い筆でこう書かれていた。中にいる。あの赤い筆を見た夜、俺は本気で正体を確かめようと思った。人間のいたずらか、あるいは動物が持ち込んだのか。どちらにせよ、このままでは気味が悪すぎる。俺は手持ちの小型監視カメラを3台持って夜の工場に向かった。入り口、中央の作業台、そして奥の休憩室。それぞれに赤外線モードで仕掛け、夜明けまで
撮影するように設定した。その日は何もせず、撮影だけして帰った。翌日、映像を確認した。最初の数時間は静かだった。風の音、針がきしむ音、虫の飛ぶ影。日付が変わる頃、入り口の監視カメラに揺れが起きた。画面の端で赤いものが動いた。それは札だった。誰かが入り口の鉄の扉にまた一枚札を貼っている。指先だけが映っていた。白く細長く、爪の部分が異様に黒い。テープを押さえるようにしてそっと離れる。その動作を何度も繰り返していた。だが違和感があった。影の向きが逆なんだ。照明は俺が外側から当てていたのに、影は内側から外へ伸びている。まるで工場の中に立っているように見える。さらに午前2時を過ぎた頃、中央のカメラが何かを捉えた。天井から下がるチェーンが風もないのにゆっくり揺れている。やがてチェーンの一本が大きく動いた瞬間、画面の上端に人の頭の形がぶら下がるように映り込んだ。逆さまの顔だった。髪が垂れ、目だけがこちらを見ている。だが目は黒く塗りつぶされたように真っ暗だった。次の瞬間、画面がノイズで白く飛んだ。数秒後に映像が戻ると、札がさらに一枚増えていた。その札にはこう書かれていた。見たな。映像を見終えた翌朝、俺は確かめずにはいられなかった。あれは光の錯覚か、それとも本当に誰かがいたのか。機材を持ち、夜明け前の冷えた空気の中を再び工場へ向かった。入り口に立った瞬間、息が詰まった。鉄の扉いっぱいに札がびっしりと貼られていた。赤、黒、茶、何十枚も重なり、紙が層になっている。風に揺れるたび、擦れる音が人のささやきのように聞こえる。慎重に一枚を剥がした。下の札はすでに色が変わり、指で触れると粉のように崩れた。だがその下にも、また下にも札があり、どこまでも続いている。まるで扉そのものが札でできているようだった。恐怖なんかよりも確かめたいという衝動の方が勝った。俺は懐中電灯を持って中へ入った。空気が重い。油の匂いの奥に酸っぱいような腐敗臭が混ざっている。チェーンの下を通り休憩室へと進む。
そこにあった。壁一面に赤い筆文字で書かれた立ち入り禁止。何枚もの紙が貼り重ねられ、最も新しい一枚だけが乾いていない。赤い液体がまだ滴っていた。そっと懐中電灯を向けると、その文字の下に薄く何かが書かれていた。筆跡は同じ。滲んで読みにくいが、確かにこう書かれていた。出るな。次の瞬間、背後で音がした。振り向くと、入り口の鉄の扉が勝手にバタンと閉まった。風ではなかった。札の束が一斉に揺れ、紙同士が擦れる音が低く響く。ライトを握る手が震える。ドアに駆け寄ると、外側から札が貼られていく音がした。バサッ、バサッと何かが手早く紙を叩きつけている。中からは何も見えない。けれど次第に光が遮られていく。やがてすべての隙間が塞がれ、真っ暗になった。懐中電灯の光が扉を照らす。最後に貼られた札だけが新しい赤で浮かび上がっていた。中にいる。指先に湿った感触。慌てて手を引くと、赤い液体がべったりとついていた。その瞬間、チェーンが一斉になり、暗闇の奥から無数の逆さまの影が天井を這い寄ってきた。気がつくと、俺は外に倒れていた。夜が明けていて、鉄の扉は開いていた。だが扉には一枚だけ新しい札が貼られていた。立ち入り禁止、西条。